方も単独歩行者です。パニ散歩ではパニガーレに乗っていろいろなところを巡り、おすすめスポットをご紹介しています。本日は国立科学博物館に行きたいと思います。国立科学博物館は1877年に創立された国立で唯一の総合科学博物館です。国立科学博物館は日本列島の自然と私たちをテーマとする日本観と地球生命史と人類をテーマとする地球観からなり、常設展示の標本資料数は約2万5000点にも上ります。この標本資料数からも想像できますが、施設はかなり広大で、日本館は地上3階、地下1階、地球館は地上3階、地下3階の展示スペースからなっています。まさに地の迷宮と言えそうな施設は、足早に回っても数時間しっかり見て回ると1日では回りきれない規模となっています。展示されていないものも合わせれば490万点以上もの標本と資料があるのが末恐ろしいですが、展示見学の前に建物自体にも注目していただきたいです。日本館旧東京科学博物館本館は1931年昭和6年に完成したネオルネサンス調の建物で、上から見ると飛行機の形に見えます。日本館の展示室は北翼と南翼と名称がついていますが、飛行機における主力部分が展示室になっているので、このように呼んでいるそうです。建物一つとっても語り尽くせないほどですが、ひとまず到着したので早速行ってみましょう。今回は上野駅前自動二輪車駐車場に駐車しましたが、入り口が傾斜している上に U ターンで進入する形になるので、取り回しが心配な人は避けた方が良いかもしれません。それ以外は休日にもかかわらず空いており、上野駅に直結しているので良い駐車場だと思います。駐車場の話はそのくらいにして行ってみましょう。上野駅の隣に位置する上野恩賜公園には、国立科学博物館のほか、東京都美術館や国立西洋美術館、恩賜上野動物園に東京国立博物館と、まだまだ行きたいところが山積みです。博物館の横には旧国鉄の D51 型蒸気機関車が展示されています。震災復興建築の一つとして1931年に竣工された建物は、外壁には石やタイルなどを配してレンガ造り風の伝統的な西洋建築の趣を出しています。優雅で荘厳な雰囲気のあるドーム天井はステンドグラスと調和して息を飲むほど美しいデザインとなっています。日本館1階南翼では自然を見る技が展示されています。現在に伝わる当時の文献や作品、道具などを通じて科学と技術に関わる活動の軌跡を知ることができます。日本館3階北翼では日本列島の生い立ちをテーマに、様々な生物の繁栄と絶滅を通して日本が列島として成立するまでの歴史を学ぶことができます。日本国内で初めて化石が発見された首長竜、双葉鈴木竜が迫力満点で展示されています。地球館1階では宇宙史、生命史、人間史の壮大な物語をテーマに、138億年にわたる時間の旅を一望する体験ができます。系統広場は壁一面に並べられた標本が美しいだけでなく、系統樹を歩いて体験できる特別な空間です。地球館2階では科学と技術の歩みを知ることができます。人類がまだ知り得ない宇宙や深海への挑戦が様々な展示物とともに紹介されています。あまりにも情報量が多く、時間の都合もあり全てを見切れなかったため、また来ることを誓いつつ、今回はこの辺りで切り上げることにしました。本日はこんな感じで国立科学博物館を堪能しました。かなり足早に回り、全てを見切れなかったので、次は丸1日予定を空けてじっくりと臨みたいと思います。これだけ素晴らしい建物と展示を堪能できて、入場料がたったの630円というのはコスパ最強すぎるので、興味のある人はぜひ足を運んでみてください。建築好きの人もぜひ訪れていただきたい
美しい建物だと思います。余談ですが、双葉鈴木流はドラえもん、のび太の恐竜に出てくるピースケなんですよというこすられすぎた雑学をお伝えしつつ締めたいと思います。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。ではまた次の動画で。